はいどうも B 賞です。今日はクイーンスタジオ×インアートの新作6分の1スケールフィギュアザ・バットマン&ブルース・ウェインのフィギュアプレビューと予約情報を紹介します。普段このチャンネルではホットトイズのレビューやカスタム動画を投稿しているので、ホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。ということで、これまでね本当に待ちに待ったフィギュアが正式にお披露目となったわけなんですけど、本当にねこのフィギュア楽しみにしていましたし、正直ホットトイズのどんな新作よりも楽しみにしていたのが、このザ・バットマンの6分の1スケールフィギュアでした。一番初めにクイーンスタジオから、ザ・バットマンの開発が進行中という情報が出たのが、3月末から4月初めにかけてだったんですけど、その時にこれらの写真が出た時からだいたい4ヶ月くらい、本当に楽しみで毎日頻繁に Facebook を開いていろいろなグループ見ながら、新しい情報ないかなとか情報を漁る日々を送っていたので、8月1日にね、クイーンスタジオから今月中に詳細を発表しますとアナウンスがあってからはね、それまで以上にめちゃめちゃ楽しみにしていました。そして、今月の12日にこのプレリリースが出てから、今日までね緊張すらしてしまったので、本当にやっとこの時が来たなというような感じですね。ちょっとこの発表興奮しすぎて前置き長くなってしまったんですけど、これからフィギュアの詳細など話していこうと思います。ちなみに過去にホットトイズから発表されたザ・バットマンとバットサイクルについてはこれらの動画でプレビューとアップデート情報を紹介していて、あと SL カスタム製の6分の1スケールブルース・ウェインのフィギュアレビュー動画も投稿しているので、気になる方はねぜひそちらもご覧ください。ということで、今回の本題クイーンスタジオ製のザ・バットマンについて、個人的な第一印象の感想としては、完璧という言葉以外見当たらないですね。ホットトイズからすでに発表されているものも眼球可動ギミックだったり、素体がマッシブになったりとアップデートはされていたんですけど、それと比較してもね、さすがはクイーンスタジオだなというふうに感じました。で、正直クイーンスタジオから出るということと、開発期間が割と今回長かった気がするので、自分の中でクオリティに対するハードルをかなり上げてしまっていて、期待するからこそそれを超えてくれるか、少し不安にも思っていたんですけど、本当にね今回ね発表されたフィギュア素晴らしくて感激しました。まずはラインナップですが、今回もこれまでのように複数パターンでの発売となるようです。で、今回発表されたザ・バットマンの商品展開としては計 5,6 種類のパターンで発売されます。まずバトルスーツ姿のフィギュアとしてはザ・バットマンプレミアムエディションとスタンダードエディション、そしてブルース・ウェインの姿としてもプレミアムエディションとスタンダードエディションがあります。そして一部トイズワンダーランドのようなサイトではバットシグナル単体でも発売されるようですね。さらにそれぞれのプレミアムエディションとバットシグナルがセットになったデラックスエディションというものも今回存在していて、かなり豪華な内容になっていますね。プレミアム版とスタンダード版の違いとしては、バトルスーツのフィギュアもブルース・ウェインのフィギュアも共通でヘッドが植毛のフィギュアとなります。逆にスタンダード版の方はしっかりと造形されているようなフィギュアになっているそうです。さらにバトルスーツ版の付属品には違いがあるらしくて、プレミアム版には劇中でも登場したようなラップトップも付属するようですね。そして全てがセットになったデラックス版のフィギュアは2体ともに植毛のフィギュアとなっていて、まさに完全版、とても魅力的なセット内容となっています。ちなみにマスクヘッドもスガウヘッドも全てのフィギュアに共通で眼球可動のギミックが搭載されている点もリアルで嬉しいポイントですね。ここまでざっくりとセット内容の方を紹介したんですけど、ここからはね詳細についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。今回はプロトタイプとして公開された画像とクイーンスタジオの方から公式で公開されている PV のスクリーンショットとかを見ながらね紹介していこうと思います。で、それぞれの動画だったり製品のリンクなどはね概要欄に記載しているので、そちらもぜひ参考にしてみてください。それではまずはバトルスーツ版についてですが、このフィギュア一目見ただけでもね惚れ惚れするようなクオリティだなと思いますね。スーツ自体結構グレーに近いような色なので、映画のスーツと比べると若干明るく見えるんですけど、実際に使用されていたスーツがトイサピエンスに展示されていたものを見たことがあるんですけど、それと比べるとかなり近い色合いというか、再現度はとても高いんじゃないかなと思います。そしてマスクだったり胸や肩のアーマー、マントもかっこいいですし、質感がとにかくね素晴らしいですね。あとは腰回りのユーティリティベルトと呼ばれるものも様々なアイテムを装備していて、まさにね映画から本物が飛び出してきたような感じで本当に素晴らしいなと思います。で、ユーティリティベルトに関してはこのように着脱可能となっているんですけど、さらにベルトについている道具やホルスターも取り外しが可能だったりとか、本当に細かくてマジックテープのようなもので着脱可能になっているとは思うんですけど、ここまでこだわるかというくらいリアルで本当に感心しましたね。6分の1フィギュアなので、使用する布だったり、パーツはもともと細かいと思うんですけど、それでもこのクオリティを再現することができるというのがね本当に感
感動できるなと思いました。で、アップの写真を見ると、本当に6分の1スケールのフィギュアには見えないような実物を見ているような感覚になりますね。肩のアーマーの質感は少し凹凸があってちょっとダメージがあるような感じもすごいよく作られてるなと思いますし、光沢感収めで、マットな質感が強いのもかっこいいポイントかなと思いますね。胸元のバタランに関してはマグネットで取り外しが可能なのと、素材はダイキャストを使用しているということです。他にも2種類のバタランがそれぞれ付属するんですけど、それらもね、ダイキャスト製なので、そういった点はフォトトイズ製のフィギュアと同じようなものになるのかなと思います。チェストプレートはこのように取り外すこともできるようです。せっかく取り外せるのであれば、最後ショットガンに至近距離で撃たれてチェストパーツに弾丸の跡がついていたと思うんですけど、それをね、再現できるようなダメージパーツとかあればさらに嬉しかったかなと思いました。そして今回のスーツに関してはマントの着脱も可能なようですね。それに伴ってスーツの背面まですごいこだわりようだなと思いました。フォトトイズのものだとここまで細かい写真を見ることはできなかったので一概に比較はできないんですけど、背中のファスナーだったり、下半身まで続いているような網目の構造も本当に素晴らしいクオリティだと思いました。で、マントにはワイヤーが内蔵されているようなんですけど、長さが若干短く見えるのと、素材は気になるポイントですね。見た目的には結構キメが細かい光沢感のある素材にも見えるので、もしかすると本革が使われているのかなとも思うんですけど、もし合皮だった場合は劣化とかは気になるポイントかなと思いました。そしてマスクヘッドについても、これ感動しましたね。この革製のマスクはザ・バットマンの大きな特徴だと思うんですけど、見事に再現されていて、ところどころ傷がある感じとかもね、本当にすごいですよね。実際に革で作られていることはさすがにないとは思うんですけど、本物を見るまではね、見分けがつかないくらいリアルに作られてます。先ほど言った通り、このマスクのヘッドについても眼球可動ギミックもありますし、今回口元の交換パーツが計3つ付属するので、交換することでマスク越しに様々な表情を楽しむこともできそうですね。そしてスーツ用の素顔ヘッドについては目元に黒いペイントが施されていて、もちろんこのヘッドも眼球可動ギミックが搭載されてます。植毛版の髪の毛が少し乱れた様子もたまらなくかっこいいんですけど、造形されている方のヘッドもね、十分すぎるクオリティだなと思います。で、第2弾の公開画像の中で、至近距離の写真も今回公開されたんですけど、これを見ると本当にフィギュアなのかと疑うくらいのクオリティですね。で、一見本物の肌のようにも見えますし、シリコン使ってるのかなとも思ったんですけど、素材的には他のフィギュアと同じようなものが使用されているようです。なので、圧倒的に塗装の技術が段違いということがわかりますね。細かいヒゲとかシワもかなり細かく造形されていますし、恐るべきクオリティで、かなり似てると思います。これをね、似てないとかクオリティ低いという人は本当にいないんじゃないかなと思いますし、眼球可動ギミックでいろいろな目線とかね、再現できるのも楽しみでしかないですね。脱いだマスクも今回付属するので、写真のように映画のワンシーンをね、彷彿させるようなポーズを取ることも可能です。そしてバトルスーツ版のその他の付属品に関しても、かなり今回多くて、充実してますね。特にリドラーからのメッセージカードの種類が豊富で、映画で登場した全てが今回付属していると思いますし、デザインもかなり可愛いので一緒に飾ってあげたりするとね、雰囲気かなり良くなるのかなと思います。で、それ以外にもハンドパーツが計10個付属していたりだとか、グラップリングガンだったり、その銃につけるようなフックも付属している点も楽しみなポイントですね。で、この画像を見ると肘から先のアーマーと銃が一体化されているもので、手首までつながった付属品があるんですよね。ちょっと細かいギミックはわからないんですけど、映画の中のワンシーンを再現するためだけに、こういった付属品があるというのも、とてつもないこだわりだなと思いました。で、台座はザ・バットマンに登場したバットシグナルのカバーのようなイメージですかね。で、丸い台座の正面にはザ・バットマンと刻印されているデザインになっています。そしてこのバトルダメージ版については、少し気になる情報があったので、それもねちょっと紹介していこうと思うんですけど、今回公開された写真を見ると、素立ちの写真がどうしても多いんですよね。第2弾の公開画像では、軽くポーズを撮っているような写真が2枚ほど公開されてはいるんですけど、ほぼ直立のものとなってます。せっかくのアクションフィギュアですし、プロトタイプの写真でどのくらい動くのかとか、ポーズを撮らせた時のイメージがどんなものなのか、そういった点は購入を検討する上ではね、非常に重要なポイントなんですけど、今のところここら辺がよくわからない状況になってます。それでFacebook の方でいろいろと海外の方の意見だったり見てる時に気になった投稿を見つけたので、紹介するんですけど、海外ソースなので正確な情報かはちょっとねわからないんですけど、今回発表されたものだとまだ素体が完成されていないらしくて、どうやらねまだ開発段階という情報がありました。さらに本来このザ・バットマンに関しては4月頃に発表予定だったらしいんですけど、ホットトイズの製品公開だったりとか、その
の後のアップデート情報が関係して、開発がかなり遅れてしまったらしいですね。完成してないんであれば完成してから出せばいいのではというふうに思う方もいると思うんですけど、そう甘くないのが海外のファンで、早く公開しろと、せかされた結果、とりあえず、現段階のプロトタイプが公開されたという感じらしいですね。なのでヘッドだったりスーツのデザインといった、外見から見えるところはおそらくこのまま量産化されて製品化までいくと思うんですけど、素体に関しては現段階も開発が進行中かもしれないということでね、今後、さらにアップデートあるかもしれないんですよね。さらにクイーンスタジオとイナートに関しては、今回の発表で、Facebook とかいろいろな SNS で言われているいろいろな意見をね見てると思うので、細かいポイントとかまだまだ改善される余地が残ってると思うと、本当にこのフィギュアのね完成が楽しみだなと思いますね。それでは続いてブルース・ウェイン版のフィギュアについて紹介していくんですが、この姿はね市長の追悼式典に出席した際の喪服姿を再現しているようなフィギュアになります。全身黒い装いで、コートは少し光沢感があって、本当に高級感のある見た目がとてもかっこいいですね。一部画像を見ると、このコートにもワイヤーが入っていそうで、風になびく様子を再現することもできそうです。そしてこのスーツの中で一番嬉しかったのが、袖元のワイシャツに付けられているウェイン家のカフスボタンですね。これ本当に嬉しかったです。最初に公開された写真ではこのカフスボタンを確認できなかったので、さすがにそこまで細かくは作らないかというふうに、少し残念に思っていたんですけど、今回公開された第2弾の写真ではバッチリ写っていて、これもとても感動したポイントですね。これだけ細かいパーツなので破損とかは怖いんですけど、本当に嬉しかったです。でヘッドはどちらのタイプもさすがのクオリティだと思うんですけど、やはり植毛版のクオリティ、顔の雰囲気はね、別格のクオリティで、演じてるロバート・パティンソンそのものに見えますね。でこのヘッドもほぼ人間と言えるような肌の色ですし、このまま製品化されることを信じたいです。若干の違いが生まれてしまうのは仕方ないと思うんですけど、遅延してもいいので、このクオリティをね守って発売まで行ってほしいなと思いますね。バトルスーツ版同様、このフィギュアも眼球可動のギミックがある点は嬉しいポイントかなと思います。で他の付属品としては、こちらにもリドラーからのメッセージカードや封筒が付属する他に、リドラーからのメッセージを再現したような、壁の一部ですね、ダイイングメッセージというか、そういったところを切り取ったものを付属しているようです。あとはお札だったり、車のキーといった、かなり細かい付属品もあるようですね。ハンドパーツがちょっと気になったんで、見てほしいんですけど、塗装が他のホットトイズなどと比較しても、一味違う気がして、透明感があるように感じましたね。若干拳に裂傷のような傷があるのもリアルでいいなと思いました。このブルース・ウェインのフィギュアについて一つね、無理やり注文をつけるとすれば、ハンドパーツをね、イナートのジョーカーのようにマグネットにして肘から先を交換するようなタイプにしてほしかったかなと思います。手首は固定されるのでポーズは限られるんですけど、せっかくならこの手首のジョイントを見せずに、まるで人間かのような見た目を追求してほしかったかなとも思いました。でこのブルース・ウェインの台座に関しては白っぽい床を再現しているんですけど、真ん中に金色でウェイン家の頭文字で作られたロゴがあしらわれています。シンプルなデザインなんですけど、高級感があって、見た目がかなり美しいですね。続いてバッドシグナルについても、少し紹介していこうと思います。今のところ単体として発売しているのはトイズワンダーランドとコミックサンクトラムのみとなっていて、基本的にはオールインのフルセット商品に含まれているんですけど、これもかなり存在感ありますし、錆びついて風化した質感とかもね本当に素晴らしいですね。ホットトイズからもこのバッドシグナル登場しているんですけど、ホットトイズの方は割と新しそうな見た目というか、古びた雰囲気はあまり感じなかったんですけど、クイーンスタジオ製のバッドシグナルについては本当に細かいディティールまでこだわって作られているのかなと思いました。もちろんライトアップギミックもあるので、光らせることも可能ですね。写真で見る分には結構暖かいオレンジに近いような色になっているようです。このライトについては明るさを調整できるのかという点はねちょっと不明なのと、電池で動くのかもしくは USB など、そういったものでね給電するタイプなのかといったことは残念ながら今のところわからなかったので、そこは発売されてからのお楽しみになるのかなと思います。それでは続いて発売時期だったり各種サイトの予約情報を紹介していきます。今回は国内ではスタチトイズ、海外ではトイズワンダーランド、コミックサンクトラムの3つのサイト情報を紹介していくんですけど、それぞれ発送時期だったりについては問い合わせをした内容がいくつかあるので、そういったところで回答いただいた内容も含めて紹介していきます。ただ注意点として海外サイトの情報も紹介するんですけど、正規販売店かと言われると、かなりグレーゾーンなのと、クイーンスタジオの6分の1フィギュアに関してはまだどれも未発売で、未知数なところが多いので、今回紹介する情報は、サイトに記載してあることを信じて情報を発信していきます。で一応一部の
の海外コレクターの方に問題ないサイトだとは聞いてるんですけど、心配な方はね、自分でもいろいろと調べてみてください。僕も結構心配性なので、今回紹介するサイトだったり、直接クイーンスタジオに在庫とかね、予約のシステムとかいろいろ今も問い合わせていて、回答待ちのものもあるので、回答あればね、Twitter なり、コメント欄の方でも共有するので、Twitter とかぜひフォローしてくれると嬉しいです。本当はね、公式サイトから購入できれば一番安心だとは思うんですけど、インアートの商品に関しては、残念ながら公式ページでの日本からの購入には対応していないそうなので、今回はね、外部サイトを紹介していこうと思います。はい、それではまずはすだちトイズから見ていこうと思うんですけれども、すだちトイズではね、5種類の商品パターンで発売されています。まずバトルスーツ版がこの右2つになるんですけど、通常版と植毛版、それぞれ 49,920 円と 69,120 円という風な価格設定になっていて、ブルースウェインに関しては、こちらですね、真ん中の2つがラインナップされていて、それぞれ通常版が 35,520 円、植毛版が 49,920 円という風になっています。そして一番左が全てオールインワンとなったセットなんですけど、こちらが 126,720 円という風になっていました。で、発売時期についてはこのオールインの参考に見ていくんですけど、だいたい2023年の9月という風にはなっていましたね。ただ海外の発売がだいたい2023年の6月とか4月といった春頃となっていて、それからどのくらい誤差があるんですかという風に問い合わせしてみたんですけど、回答としては海外発売後2週間くらいで日本に届いて、そこから順次発送されるというような回答をいただきました。なので、9月っていう風なこともだいたい発売が遅延されることを予想して書かれているのかなという風な感じはしますね。で、それ以外のフィギュアに関しても、それぞれ2023年の9月で、バトルスーツ版についても2023年の9月ということなので、バットマンの中でフィギュアによって発売時期が異なるとかそういったことはなさそうです。続いてコミックサンクトラムの情報を紹介します。で、コミックサンクトラムでは計6つの商品展開がされていて、こちらではバットシングル単体も発売されているようですね。値段設定としてはこのような感じになっているんですけど、デラックス版ではね、112,169 円という風な価格設定になっています。ただこちらについても為替レートによって常に値段上下していて、一番最初見た時は111,200 円くらいだったかなと思うので、現時点でも900円くらいね、値上がりしてるのかなというような感じですね。ここは円とドルの関係とかそういったところに比例してくると思います。発売時期についてはこちら、2023年の第2クォーターということで、だいたい4月から6月とか、そのくらいになるのかなというような感じですね。で、こちらデポジット払いと全額支払いがあるので、それぞれね、デポジット支払いであれば、今日今買えば 28,000 円を先に支払って、発売時期に 84,000 円を支払うというような感じになります。で、他のフィギュアではこういうところにね、送料の表みたいなものがあって、それぞれの地域への配送料とか記載されているんですけど、今のところ書いていなかったので、送料無料なのかなというようなことを思って、ちょっとコミックサンクトラムの方に問い合わせを行ったんですけど、一応送料自体はかかるというような回答をいただきました。で、書いてない理由としては、クイーンスタジオの方からまだサイズが発表されていないということだったので、そのサイズ次第で送料決定するというような感じになりそうです。ただ比較的大きそうな4分の1のスタチューとか取り扱っているものがあって、それを見る限り、送料が55ドルくらいだったので、7000円から8000円といったところだと思うんですよね。それを考えると足しても12万円弱ぐらいとなるので、それと比べるとね、スダチトイズ126,720 円ということで、記載してあることだけを鵜呑みにすれば、コミックサンクトラムの方が少しだけ安いという風な価格になるかなと思います。そして今回最後ね、トイズワンダーランドを紹介していくんですけど、価格はこのような感じになっていて、デラックス版見ていくと、119,420 円から15万円ほどという風な、値段設定になっているんですが、この内訳ですね、今回の商品もファーストバッジとレイターバッジという風にあって、この遅い発送となると、だいたい発売から 2,3 ヶ月はね、待つことになるという風な価格になっています。そして、ファーストバッジを選択すると、15万円、セカンドバッジを選択すると19万円という風になりますね。で、こちらもこういう風に最初のバッジを選択するとね、このように金額が確定されるわけなんですけれども、それぞれ、今このカウントダウンが始まっているように、41日で予約が終了するというような感じになりますね。それ以前に在庫がなくなるとかそういったことは多分ないとは思うんですけれども、予約検討している方であれば、早めに予約した方がいいかなと思います。で、このフィギュアについてもデポジット払いと全額払いが適用できて、
最初のバッチの場合なんですけど、デポジット払いであれば、とりあえず本日は37,000円を支払って、後日ね、発送の時に112000円を支払うというような感じになると思います。で、こちらについても送料記載されていなかったので、一応問い合わせを行ってみたんですけれども、これに関してはね、ここに書いてある通り、ワールドワイドフリーシッピングということで、全世界送料無料で対応してくれるというようなことらしいですね。で、このトイズワンダーランドの発売時期についても、2023年の4月から6月ということで、コミックサンクトラムとはほぼ変わらないような感じらしいです。で、ファーストバッチの場合は、世界の中でも特に早いコレクターになることができるというふうにトイズワンダーランドを謳っているので、信じるのであれば、本当にね、いち早く手に入れることはできるんじゃないかなと思います。ただ最近ね、ホットトイズから非正規の店舗のくせに正規店面するなとかね、怒られていたりだとか、ちょっとね、信用に欠けるかなというふうに思う部分もあるので、そこら辺はね、個人がどう思うかだと思うんですけど、一応このサイトを信用するのであれば、ちょっと値段は高いんですけど、いち早くコレクション手に入れることもできそうです。そして続いて予約するか否かについて、買う買わないについてですけど、これはね本当に楽しみにしていたフィギュアなので、予約はね必須と考えてます。ちょっと今まだサイトに問い合わせていることがあって予約するには至ってないんですけど、オールインのフルセットね予約しようと思ってますね。これを予約するのであれば、ホットトイズいくつか予約キャンセルしてもいいかなぐらいには思ってるので、本当に楽しみにしてますね。で、予約するにしてもいろいろな組み合わせがありますし、すでに SL カスタムのブルース・ウェインのフィギュア持っていたりもするので、どれを予約するかね迷ったんですけど、これに関しては、ザ・バットマンファンのコレクターにとっては本当に究極のシリーズになると思うので、思い切って、オールインをね予約しようと腹を決めてる状態ですね。それぞれのフィギュアの値段的には決して安くはないんですけど、クオリティだったりを考えると、個人的には妥当な価格かなとも思いますし、例えばね2体買うにしても、バトルスーツ版の方は植毛にして、喪服の方は髪の毛が造形されたフィギュアにするとか、そういった組み合わせでね購入することもできるので、気になっている方はぜひ買える範囲で早めに予約してほしいなと思います。ということで今日は、クイーンスタジオ×インアートの新作6分の1フィギュアザ・バットマンについてプレビューと予約情報を紹介しました。クオリティは本当に素晴らしいの一言ですね。ホットトイズももちろんいい点ありますし、ホットトイズの発表を見て改善している箇所もあるらしいので、比較するのも難しいところではあるんですけど、インアートがこのクオリティをね発表し続けるとなると、ホットトイズ側もさすがに危機感というか、さらにクオリティを追求せざるを得ないと思うので、そういった競争もね今後楽しみなところかなと思います。途中話したように不確定な情報ではあるんですけど、今後まだ素体などがアップデートされる可能性が十分にあるということで、今後の情報にも注目していきたいですし、そのうち北京か上海でフィギュアとかおもちゃ系の大きなイベントがあるらしくて、そこで他のインアート製品、例えばね最初に発表されたジョーカーだったりも展示されるというような情報もあって、もしかするとそこでこのザ・バットマンも実物が展示されて、ファンの方の写真とかね、見れる機会もあるかもしれないので、そういったところも今後楽しみにしていきたいなと思います。で、予約情報のところで紹介した通り、海外サイトだと予約期限が設けられていたりもしますし、国内サイトもいつ終了されるかわからないので、気になる方はね早めに予約してみてください。で、発売自体は早くても1年近く先にはなりそうですけど、ずっと楽しみにしていたフィギュアなので、本当に待ち遠しいですね。で、届き次第、レビュー動画だったりもお届けするので、気になる方はぜひ楽しみにしてくれればと思います。ということで、今回かなり長い動画になってしまったんですけど、この動画参考になったり、いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと、現在問い合わせている内容については、随時アップデートしていくので、Twitter だったりコメント欄見ておいてくれると嬉しいです。また、概要欄の下の方に、僕の Twitter や Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。